皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。こんにちは。常連客の竹谷です。うさぎ店長、今日もよろしくお願いします。今日は少し大切なテーマ、防災についてお話ししたいと思います。防災ですね。防ぐという漢字と災害の災という漢字を書きますね。意味は地震や台風などの自然災害から自分や家族を守るための準備をすることですね。はい、その通りです。このポッドキャストを聞いてくれているリスナーの皆さんは、日本に住んでいる人も海外に住んでいる人もいます。住んでいる国や地域によって起きやすい災害は全然違うと思います。そうですね。日本では地震が多いですが、私の外国の友達の国では地震は全くないけれど、大きなハリケーンや洪水に気をつけていると言っていました。雪がたくさん降る国では大雪のための準備も必要ですよね。本当に国によって事情は違いますね。ですから今日は日本では家庭でこんな対策をしているよということを紹介します。皆さんの国でももしもの時のために何か参考にできることがあればぜひトライしてみてくださいね。わかりました。日本の対策が海外のリスナーさんにも何かヒントになるといいですね。何から紹介しますか？まずは室内の安全対策について詳しくお話しします。家の中を安全にするということですが、日本ではどんなことをするんですか？地震が起きた時、家の中で一番危ないのは家具が倒れてくることです。大きな本棚や冷蔵庫が倒れて怪我をしないように、日本では転倒防止ということをします。転倒は倒れること、防止はそれを防ぐことですね。なるほど。具体的にどんなエピソードがありますか？実は先月、夜中に少し大きめの地震があったんです。拓也さんも覚えていますか？はい、結構長く揺れましたよね。私も目を覚ましました。あの時、私の部屋にある背の高い本棚がガタガタとすごく大きく揺れたんです。本棚のすぐ横で寝ていたので、もし倒れてきたらどうしようと本当に怖くなりました。それは怖いですね。寝ている時はすぐに逃げられませんからね。そうなんです。それで次の日にすぐにお店に行って、突っ張り棒というアイテムを買ってきました。これは家具と天井の間に短い棒を入れて、家具が動かないようにしっかり固定するものです。これをつけたら本棚が全く揺れなくなって安心なんですよ。それは素晴らしい対策です。他にも何かアイテムはありますか？はい。テレビや電子レンジの下に特別なシールのような粘着マットを敷いて滑り落ちないようにもしています。それから窓ガラスに飛散防止フィルムという透明なシールを貼るのもおすすめです。これはもしガラスが割れても破片が飛び散らないようにするものです。なるほど。地震が少ない国でも家の中で重いものが落ちてこないように工夫するのは大切ですね。寝ているベッドのすぐ横に背が高い家具を置かないようにするのもお金がかからない立派な安全対策ですよね。はい、その通りです。家具の場所を変えるだけで安全になりますから、ぜひ週末にでも部屋の中をチェックしてみてほしいですね。さて、次は防災リュックですね。これは非常持ち出し袋とも言うんですよね。はい。非常はいつもと違う危ない時。持ち出すは持って外へ出ることです。つまり家が危なくなってすぐに逃げなければいけない時にさっと持って逃げるためのリュックサックのことです。逃げるときに持っていくんですね。リュックの中にはどんなものを入れるんですか？最も大切なポイントは重くしないことです。逃げる時にリュックが重すぎると早く走れません。だいたい1日か2日くらいなんとか過ごせるだけの最小限のものを入れます。なるほど。本当に必要なものだけですね。実は私失敗したことがあるんです。どんな失敗ですか？数年前、初めて自分で防災リュックを作った時、心配になってあれもこれも入れてしまったんです。大きなペットボトルの水を3本、缶詰をたくさん、さらに暇つぶしのための本まで入れました。それはかなり重そうですね。はい、いざ背負ってみたら重すぎて歩くのも大変でした。これでは災害の時に走って逃げるなんて絶対に無理だと思って中身を半分以下に減らしました。とてもいい経験ですね。皆さんもリュックを作ったら一度背負って走れるかどうか確認してみてくださいね。
では、具体的に何を入れるべきか紹介しましょう。はい、お願いします。まずは 500ml のペットボトルの水を2、3本。そして食べ物です。食べ物は火や水を使わずにすぐに食べられるものがいいですね。チョコレートやクッキー、それから栄養が入ったゼリー飲料もおすすめです。ゼリー飲料は水がなくても飲み込みやすいので便利ですよ。いいですね。食べ物については私からもう一つ。防災リュックに入れた食べ物の賞味期限、つまりいつまで食べられるかの日付は1年に1回はチェックした方がいいです。いざという時に開けたらカビが生えていたなんてことになったら悲しいですからね。その通りですね。水と食べ物の次は情報と光のアイテムです。まずは懐中電灯です。夜に電気が止まった時に必要です。そしてモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーは絶対に必要ですね。スマホでニュースを見たり、家族に連絡したり、地図を見たりしますからね。私は数年前の台風の時に半日くらい停電を経験したんです。そうだったんですね。停電の時はどうでしたか？スマホのバッテリーがどんどん減っていくのが本当にストレスでした。それに停電するとお店のレジが動かなくなるので、いつも使っているスマホの電子マネーやクレジットカードが全く使えなくなったんです。それはとても重要なポイントですね。現金がないと買い物ができないんですね。そうなんです。だから防災リュックには必ず現金も入れておいてください。特におすすめなのは10円玉や100円玉などの小銭です。どうして小銭がいいんですか？災害の時は自動販売機で飲み物を買ったり公衆電話を使ったりする時に小銭が必要になるからです。大きなお札だとお釣りが出ないこともありますからね。素晴らしいアドバイスですね。現金、特に小銭を入れること、覚えておきましょう。さて、次は衛生用品、つまり体をきれいにするためのアイテムです。一番忘れてはいけないのが携帯用トイレです。携帯用トイレですね。水が止まってしまったら家のトイレも使えなくなってしまいますからね。はい。携帯用トイレはビニール袋の中に特別な粉を入れて水分を固めることができるものです。水がなくても使えるので絶対に必要です。それからウェットティッシュもたくさん入れておいてください。水が出ないと手も洗えないし、お風呂にも入れませんからね。ウェットティッシュで体や手を拭くだけでもかなりすっきりしますよね。そうなんです。あと、普通のビニール袋を数枚入れておくのも便利です。ゴミ袋としてはもちろんですが、水を運ぶときに使ったり、汚れた服を入れたり、いろいろな使い方ができます。ビニール袋は軽くて場所を取らないから絶対に入れたいですね。他にはありますか？最後に安全を守るアイテムです。まずは軍手。これは作業をするときに手にはめる布でできた厚い手袋のことです。なぜ軍手が必要なんですか？地震の後は割れたガラスや壊れた家具の破片が落ちているかもしれません。逃げるときにドアを開けたり、物をどかしたりするときに素手だと怪我をしてしまいますからね。それと、もし怪我をした時のために絆創膏などの救急セットも必要です。なるほど。自分の身を守るためのアイテムですね。はい。そしてもう一つ、ホイッスルです。これは息を吹いてピーッと大きな音を出す笛のことです。笛ですか？スポーツの試合で使うような？そうです。もし建物の中に閉じ込められてしまったり、家具の下敷きになって動けなくなってしまったとき、大きな声で助けてと叫び続けるのはとても疲れます。でもホイッスルがあれば少しの息で遠くまで音を届けることができるので、誰かに見つけてもらいやすくなります。それは気がつきませんでした。ホイッスルならとても小さいですし、リュックのポケットに入れておきますね。はい、100円ショップでも買えるので、ぜひリュックにつけておいてください。今日はとても勉強になりました。水、食べ物、懐中電灯、モバイルバッテリー、小銭、携帯用トイレ、ウェットティッシュ、軍手、ホイッスル。どれもいざという時に自分を助けてくれる大切なものばかりですね。そうですね。もちろん日本の多くの家庭ではこれを玄関などすぐに持ち出せる場所に置いています。
奥の部屋のクローゼットにしまっておいたら、逃げるときに取りに行けませんからね。リスナーの皆さんの国や地域によってどんな災害が起きやすいか、どんな準備が必要かは違うと思います。自分の住んでいる場所にはどんなリスクがあるか、一度考えてみるといいですね。さて、次はもう一つ大切な備え、ローリングストックについてお話ししたいと思います。ローリングストックですか。なんだか英語のようですが、どういう意味ですか？はい、ローリングは回すこと、ストックは備蓄、つまり物を蓄えておくことです。災害の時のための食料の新しい準備の仕方なんですよ。災害の時の食料というと、水を入れるだけで食べられる特別なご飯とか、すごく硬いビスケットみたいなものを思い浮かべます。そういうものをたくさん買うんですか？いいえ、違うんです。特別な防災用の食べ物をたくさん買うのではなく、普段から食べているものを少し多めに買い置きするのがローリングストックです。普段食べているものをですか？はい、例えばレトルトのカレー、カップラーメン、缶詰、パスタ、チョコレートなどですね。これを少し多めに買っておいて、古いものから順番に普段の食事で食べていきます。そして食べた分だけ新しいものを買い足すんです。ああ、なるほど。それなら特別なお金もかからないし、賞味期限が切れて捨てることにもなりませんね。さっき私が防災リュックの食べ物の賞味期限に気をつけましょうと言いましたが、この方法なら常に新しいものがストックされますね。その通りです。それに災害の時ってすごくストレスがたまりますよね。そんな時に普段から食べ慣れている味や大好きなチョコレートを食べると少し心が落ち着くんです。確かにそうですね。私はよくトマトの缶詰とパスタで料理をするので、パスタをいつもより1箱多く、トマト缶を3つくらい多くキープしておけば、それが立派なローリングストックになるんですね。はい、完璧です。もちろん飲み水も同じように少し多めに買って古いものから飲んでいってくださいね。カセットコンロとガスボンベを用意しておけば、電気が止まってもお湯を沸かして温かいものが食べられますよ。この方法は海外のリスナーの皆さんの国でも今日からすぐにできるおすすめの対策です。スーパーに行くだけで準備できますもんね。これは今日から早速始めます。ぜひやってみてください。さて次は情報収集と避難行動のルールについてです。逃げる時のルールのことですね。はい。日本には市役所や区役所などの自治体が作っているハザードマップという地図があります。ハザードマップ、被害を予測した地図ですね。そうです。もし大雨が降ったらどの川が危ないか、どこまで水が来るか、もし地震が起きたらどこで土砂崩れが起きやすいか、そういう危険な場所が色分けして書いてある地図です。日本は台風が多いですから、水害のリスクを知っておくのは本当に大切ですね。まずは自分の家が安全な場所にあるのか危険な場所にあるのかを調べます。そしてもし家が危険だということが分かったら、近くの避難所がどこにあるかを確認します。学校の体育館や公民館などですね。マップを見るだけでなく、実際に歩いてみるのもいいと聞いたことがあります。その通りです。晴れた休日の日に家族で避難所まで散歩してみるのがおすすめです。実際に歩いてみると、この道は壁が崩れてきそうで危ないなとか、夜は街灯がなくて真っ暗になりそうだなということに気がつきます。なるほど、地図で見るのと実際の道は違いますからね。海外でももし山火事やハリケーンが来たらどこへ逃げるのか、安全なルートを実際に確認しておくのは同じように大切ですね。はい。そしてもう一つ、絶対に家族で決めておいてほしいルールがあります。それは連絡が取れなくなった時のルールです。電話やインターネットがつながらなくなった時のことですね。そうです。大きな災害が起きるとみんなが一斉に電話を使うので、回線がパンクして携帯電話が使えなくなります。そんな時、もし家族がバラバラの場所にいたらどうやって合流しますか？とりあえず家に帰るでしょうか。もし家が壊れてしまったり火事になっていたりして近づけなかったらどうしますか？そうか、それだと会えなくなってしまいますね。なので普段からもし家が危なくて電話も通じなかったら
駅前の大きな公園のあの時計の下に集まろうというように、具体的な待ち合わせ場所を決めておくんです。なるほど。それならスマホがなくても必ず会えますね。日本には災害用伝言ダイヤルといって、特別な番号に電話をかけて声を録音し、家族にメッセージを残せるシステムもあります。そういう便利なサービスの使い方を事前に家族で練習しておくのもいいですね。テクノロジーを使うルールとアナログに場所を決めるルールの両方を持っておくと安心ですね。はい、災害は突然やってきます。いざという時にパニックにならないためには、今日お話ししたようなことを普段の何もない時に家族や大切な人と話し合っておくことが一番の防災です。今日家に帰ったら早速家族ともしもの時の集合場所について話し合ってみようと思います。もちろんローリングストックのためのお菓子も買って帰りますよ。いいですね。リスナーの皆さんも美味しいものを食べながらぜひリラックスして防災について話し合ってみてくださいね。うさぎ店長、今日も大切なことを教えていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは皆さん、また次回のうさぎちゃんの日本語カフェでお会いしましょう。さようなら。